のつまみを会話程度の声で、このピンクランプが点灯しないレベルまで上げます。テストです。今回のサムネイルで BGM を AG03 でコントロールできるのかな？これは可能です。2022年版放送局を導入しよう。ヤマハ AG03 の使い方。BGM ダイヤルコントロールを方法で差がつく。これを解説していきます。5つのステップで紹介していきます。参考にすると視聴者維持率に貢献します。ヤマハ AG03 は放送局の機能を簡単に使えるものです。この動画では簡単に短時間にセッティングを行いたい方、より高音質でしかも BGM も添えて配信したい方、以下の人たちに適した動画です。配信環境が簡単にできる配信機材 AG03 を解説していきます。肉体労働は AI に置き換わってきていて、今後は自分の感動や経験を伝える配信者が職業として成り立っています。ほんと驚きですよね。ゲームで生計を立てるプロゲーマーも驚きましたけどね。で、仕事も移動時間が短縮できたり、交通事故に巻き込まれなくなったり、事故に巻き込まれなくなったり、仕事で寝坊してもお風呂も容易になりました。なぜかスーツの上着やシャツだけが増える現象っていうのもね、頷けますね。子供の頃バカにされたり、無理だよ諦めなって言われたことありますよね。YouTube で収益なんか無理だよってやったことない人が余計なアドバイスをしてくるんです。あなたは収益化したいですか？このチャンネルは自分自身を信じ続けで行動した人が成功するんだと証明したいチャンネルです。それでは機材の解説に行きましょう。それでは AG03 を使って配信環境を構築していきましょう。まずは準備です。AG03 と各自のデバイスを接続します。接続が認識できないときは概要欄のヤマハ公式ソフトをインストールしてください。私は1年以上 AG03 を使用していて、スマホも PC も使用しています。配信アプリによってはスマホしか対応していないことも多いですからね。AG03 付属の USB ケーブルを使用してデバイスに接続します。こんな感じね。電源は供給されるっていうかUSB を兼ねているのでスマホでも必要はありません。簡単ですね。接続したら電源ボタンをオンにします。そして電源 LED が白く点灯したら準備完了です。機器のセッティングです。コラボ配信や LINE 等の通話では相手の声を聞こえる環境が必要です。そのための周辺機器を AG03 につないでいきましょう。やっぱり最初っていうのはマイクですよね。で、コンデンサーはダイナミックマイク。どっち選ぶ？ダイナミックマイクの特徴、メリット。マイク自体に電源を供給する必要がないので、構造が簡単になります。耐久性に優れていて、無駄な音、ノイズをあんまり拾わず、ハウリングも発生しにくいので、カラオケとかによく置かれています。デメリットは、感度はコンデンサーに比べて低いので、高質でのレコーディングには不向きです。どういうシーンに向いていくかっていうと、演説とかスピーチとか音質をそこまで必要としない場合です。で、コンデンサーの場合、メリットは感度が高く幅広い周波数を拾うことができます。プロ並みの音質で録音が可能。もっぱらこれがコンデンサーマイク要因なのかな。デメリット、電源供給が必要です。AG03 は電源供給もあるので、ここは気にしなくて良いです。感度が高いため、ハウリングを起こしやすく、ノイズ雑音を拾いやすいです。私の今使っているやつはコンデンサーマイクなんですけど、設定でノイズキャンセルできるので、私のように改善はできます。このシーンに向いています。放出での録音など固定して、環境を整えることができる場面。自然音など繊細な音を録音する場面。ASMR とか、吐息とかかな。で、ちなみに私、小春が使用しているのはコンデンサーマイクです。なんでかっていうとかっこいいから、編集するときに音質を落とすことはできますが、逆に上げることっていうのはできないですからね。リスナーもノイズっていうのは、離脱の原因ベスト3に入るので、音質にはこだわってください。よし、マイクが決まったところで接続していきます。AG03 インプット01、インプット1、マイク端子にマイクを接続します。で、私の場合、コンデンサータイプなので、赤いボタンをフ
ファントムペンギンをオンにします。次に、非常用のヘッドホンです。接続端子は2箇所ありますが、どちらでも構いません。ちなみに同時に挿すと、手前の固形の端子が優先されます。ゲーム実況ではヘッドフォンマイクを使用することが多いですよね。この場合は、モニター用とマイク用を個別に接続するとできます。構造的にはヘッドフォンマイクの方が簡単なので、取り扱いも耐久性もありますし、コンデンサーよりこれもいいんだろうな。それはいいんです。それはマイクの話、AS03 の話なんで、事前に音量のレベルをチェックします。ヘッドフォンをして聞こえる音量を調整しましょう。次にマイクの出力レベルを決めます。初めての方は少し難しいですよ。のつまみを会話程度の声で、このピークランプが点灯しないレベルまで上げます。テステス。こんな感じ。次に、フェーダーを上げて標準位置に合わせます。リスナーの聞こえ具合に、で、基準点から調整しましょう。ちょっと今日聞こえにくいねって言うなら、じゃあちょっと上にしようかな。こういった感じ。もちろん、用途に合わせて機材を接続可能です。ヘッドホンだったり、コンデンサーのマイク、ダイナミックマイク、M ヘッドホンマイク。これもね、AG03 の魅力と言いましょう。自分の声をちゃんと伝えたい。相手の声を聞き取りやすくしたいとか、これから説明するハイレベルなことができます。よし、BGM を届けよう。AG03 セッティングをインプットミックスにします。これで自分のこのマイクの声と AUX 端子といった BGM の音をミックスして、スマホやパソコンのリスナーさんに届けます。公式ではこういった AUX につなげます。しかし、音量調節ができないという欠陥があります。これなんで調整できないんでしょうね。まあいいんです。で、いよいよ本題ですね。今回のサムネイルで BGM を AG03 でコントロールできるのか。これは可能です。AG03 ユーザーは AUX 端子で音源、スマホとかパソコンとか音源元で調整しています。でもこれって結構めんどくさいんですよね。これを手元の AG03 でコントロールできたらどんだけ楽でしょうか。配信に差が生まれます。実験してみたら感動しますよ。ダメ元でやって発見したんですね。1年配信していて、たまたま、ダメ元で配信つなげてみたら、これやれるじゃんと思って発見したんですね。チャンネル2に BGM 交換を割り当てます。そうすることで音量調整をチャンネル2ダイヤルで調整できるようになったんです。ボイスの劣化なし。想定以上です。私しか解説していないので、他にしている人がいたらコメントでお知らせください。本当はギターとかピアノをつなぐ端子のようです。これによりマイクと BGM をミックスしてリスナーに伝えることができます。絶対公式の使い方ではありませんけど、うちの操作性は飛躍的に向上します。なんでみんな解説しないんですかね。次にお前は思わず笑っちまったぜ。という思わず笑っちまったぜ。あとは配信の設定、デバイス側の設定ですね。パソコン、スマホ、各デバイスでマイクが AG03 に表示されていることを確認してください。間違えるとスマホのマイクから配信されていったり、私みたいなボイスチェンジを使っていると地声で配信しているなんてことがね、過去にありますからね。いやー、最後にまとめです。みんなが配信をする目的は注目を集めるためです。インフルエンサーとしての評価が Google から与えられるので収益化が可能になります。配信者自らが集客しても YouTube のおすすめには全然勝てなかったです。だから環境を利用して YouTube におすすめされるコンテンツを作るのが賢明だと思いませんか？私が前回解説した15秒で登録者が決まるっていうのは YouTube の評価を上げてアルゴリズムに大きな影響を与えます。100本出したら急に伸び始めたっていう動画がありますが、ぴったり100本でなくて、要因っていうのはデータの信用が一定レベルに達成したからです。最後に、私の目標は収益化ですが、一番欲しい価値あるものっていうのは CEO です。成長が期待できるから人は応援するんです。だから、配信者は片手間でリスナーと話しては全然ダメだと思うんです。本気で答えるべきです。人気 YouTuber、夕刊喫茶アニマーリの
例えばハネルさんは Twitter でファンのリプライ全てに返信したり、ファンの名前を全て覚えるなど、ファン対応の良さが有名です。このように、ファンに対して献身的な姿勢を見せることで、ファンは偏方性の原理が働いて、お金を送ってあげようかな、そういう気持ちが芽生えるんです。私、小春も YouTube のコメントすごく嬉しいので、返信を切ったりしています。ファンのリスト化しています。小春チャンネルの個性。これは夜道が怖いの先が見えないから。恐怖に打ち勝つな情報です。昼に散歩すると怖くないでしょ？それでは皆さん、ちゃんと明るい昼の間、なんていうかな、情報戦で生き抜く VTuber、私を見届けて、見守っていただければ幸いです。というより、皆さんと協力して、何かいいものが作れたらな、と思います。ようやくね、私もね、効率的に動画を作れるようになったので、週1投稿も夢ではないですね。それでは皆さん、目指せ収益化。行くぞ。絶対私は諦めないです。次にお前は思わず笑っちまったぜ。ヒヒッという思わず笑っちまったぜ。次にお前は